ヒンドゥー教の聖地と太陽神を祀る寺院へインドプリー Vlog。 こんばんは。インド旅行中の夏戸です。現在西ベンガル州コルカタのバスターミナル、これからインド東部にあるプリーという海沿いの町に行きます。まずは夕飯を食べよう。 Okay, can I get one chicken roll? チキンロールを注文しました。東インドでよく見るファストフードで、肉と野菜をパロタで包んでスパイスで味付けした料理です。これが手軽でうまいのよね。バロ乗車前にトイレ、シャワーも浴びれるらしい。さて出発30分前になったので予約したバスに乗りたいのですが、どのバスかわからん。巨大な車体が無秩序に並んでて探すのも一苦労。It's a go to Puri. My seat. 片っ端から聞きまくってようやく見つけました。番号を振ってほしいんごね。乗車します。予約した座席はスリーパー、完全に横になれるベッドです。エアコン付き寝台バスはインドにしてはそこそこ高い。本当はもっと安い鉄道が良かったのですが、全然予約できないのでやむを得ない。ベッドは横幅60センチメートルぐらい。壊れたライトとコンセントに小物入れ、棚、カーテンなどあります。スマホ専用の小型ポケットがあるのが面白いところ。ただしシートベルトはないので事故ったら死にます。いつの間にか出発してました。夜のコルカタをホーンを鳴らしながら駆け抜けていきます。途中サービスエリアみたいなところに停車。トイレ休憩らしい。というかこのバス結構豪華そうに見えるのにトイレついてないんだな。不便やね。最初の休憩ポイントを越えたら消灯しました。寝ろってことでしょう。おやすみなさい。おはようございます。バスのアナウンスで目が覚めました。もうすぐプリー着らしい。睡眠自体は快適でしたが、早朝なのでまだ寝足りない感ありますね。プリーバスターミナルに到着。バスを降りるとタクシーの客引きが寄ってきますが無視。まずは朝飯や適当な屋台で食べよう。謎の穀物にカレーをかけたものが出てきました。ウパマという料理らしい。小麦粉か何かを米より細かくしたようなやつ。なんかモソモソしていて正直口に合わないのですが、カレー味になってるとどうにか食えます。サバイバルではカレー粉があれば何でも食べられるという話を聞いたことがありますが、あれは本当なんだろうなというのを実感しています。カレーすごすぎる。皿下げようとしたらデザートが出てきた。なんか勘違いされたかもしれん。でもうまいからよしとしよう。食後のチャイも忘れずに。街を見ながら歩いてホテルへ向かいます。この丸っこい文字はオリアー語らしい。ここオデッサ州の公用語ですが、ヒンディー語などとはまた違った趣がありますね。コルカタなどでは見かけなかった野生の猿もいます。街路樹育ちすぎじゃね。ホテル近くになったら海も見えてきました。やはり海は良いね。後で行きましょう。ホテル到着。フリーもいわゆる安宿が少なかったため今回も個室。エアコンなしのダブルベッド。トイレは洋式でお湯シャワーはなし。まあ十分でしょう。シャワーを浴びたり少しのんびりしたら近所を散策します。まずはビーチ。プリーといえばめちゃくちゃ長いビーチが有名です。先が見えないぐらい長いけど、それよりも人多すぎる。さすがインド。ビーチもこの辺はゴミが少なくて結構綺麗かも。もちろん屋台もいくつかあります。これはプリー名物のカジャというスイーツらしい。実は甘いもの苦手なのでどうしようかなと悩んでる間に食べそびれてしまったと、お腹も空いてきたので昼飯を食べます。せっかく海に来たのでシーフードを選んでみた。今まで食べたターリーとは違った雰囲気やね。地域差があるのかな。
魚は小さめですが淡白でうまい。右上はかぼちゃみたいなやつ。ちょっと辛いけどライム絞ったらちょうど良い。ご飯の横にはさつまいものチップスみたいなやつ。フリーでもターリーはうまいね。食後のチャイを探してたら小さな子供がやってる屋台を発見。アメリカでは子供がレモネードを屋台で売る話がありますが、インドではチャイになるのだろうか。ちょっとぬるいけど甘くて良い感じ。食後の散歩がてら近所にある有名なヒンドゥー教寺院に向かいます。ここの牛でかいな。良いもの食ってるのかな。到着。ジャガンナート寺院というヒンドゥー教四大聖地の一つです。この寺院では名前の通りヒンドゥー教の神であるジャガンナートを祀っています。ジャガンナートはもともとはこの地域の土着神だったのですが、ヒンドゥー教に集合されたそう。私が滞在しているホテルのレセプションにあった絵もジャガンナートです。この出汁はラト・ヤートラーと呼ばれる祭りで使われるものらしい。しかし寺院でかいな。中入るのには荷物預けなきゃダメっぽくて面倒なので周囲を見て回っただけですが、なかなか壮大な寺院に見えます。さて帰るか。この辺の小道はインドらしい建物が多くて良い。歴史のある街なんだろうなという感じがします。ビルの色がそれぞれ違ってカラフルやね。宿でしばらく休んでから夕飯に来ました。骨付き肉が2つも入った豪華な飯になってしまった。パクチーが多いのが特徴的かも。うまい。というわけで1日目終了。おやすみなさい。おはようございます。フリー2日目の朝ですが、雨降ってるのな。まあそのうち止むでしょう。まずは近所のレストランで朝飯をいただきましょう。何があるか聞いたらドーサかイドゥリとのことでドーサを選択。ドーサは南アジアの料理で、米と豆を混ぜて発酵させたやつを焼いたものらしい。これがカレーにめっちゃ合うし、パリパリしてて食感も良い。けどドーサって食べ方よくわからんのよね。とりあえず適当にちぎって食べます。ごちそうさまでした。食後の散歩ということでビーチに来てみたけど、雨なのに大量の人がいてすごい。まあそこまで強い雨ではないですが、この程度なら降ったうちに入らないんでしょうか。というか寒くないのかな。インド人不思議です。ところでプリーに来たきっかけの一つに高野秀幸氏が書かれた開業目下格闘技インドへの道という本があります。ウモッカという未知の魚があると聞いてインドに行こうとするがといった感じの内容ですが、このウモッカが目撃されたのがここプリーらしい。でこの辺が Google マップでフィッシュマーケットと書かれたポイントらしいのですが、やってなさそうです。まあこれだけ雨風強いと漁にも出られないでしょうし、致し方なし。ボートは大量にあるのでまた晴れたら来てみたいところです。さてビーチも一通り見たので、この町の近くにある世界遺産でも見に行きましょう。まずはトゥクトゥクでバスターミナルへ。なんかめっちゃ話しかけてくれるんだけど、オリアー語もヒンディー語もわからんのだよな。バスターミナル到着。これが目的地のコナーラク行きバスらしい。バスの行き先表示も確認しておきます。相変わらずフルオープンドア。海沿いを走るので景色いいね。コナーラク到着。商店や飯屋がたくさんあっていかにも観光地って感じ。とりあえずお腹空いたので昼飯にします。ベジターリーを注文。山盛りご飯にカレー2種、野菜とサラダにアチャール、パパドとよくある構成。うまいけど相変わらず米の量が多すぎる。インドは恰幅の良い人が多い気がしますが、こんなうまい飯を山盛りにして提供してたらそら太りますわ。食後のチャイ。なぜか他のインド人観光客に話しかけられて一緒に飲んでく。 By the way, why you are barefoot? Run problem. さて世界遺産に向かおう。牛も見に行くらしい。芝神じゃなくてもええんか。正面に見えるのが世界遺産コナーラクのスーリア寺院です。
まずはチケットを買います。 Thank you. 外国人は600ルピーですが、サークの国であれば40ルピーで入れます。最近ネパール人に間違えられるので40ルピーで入れるんじゃねという気がします。しないけど。ゲートを通るとすぐ目の前やね。本殿の前にはナタマンダラというダンスホールがあります。この空間にはレリーフがたくさん描かれていますね。マンダラを抜けるとスーリア寺院です。名前の通りヒンドゥー教の太陽神スーリアを祀る寺院です。13世紀に建築された寺院で完成には20年近くかかったそうです。 It's okay. 寺院を眺めていたらインド人観光客に声をかけられて一緒に写真を撮ることに。インドは東アジア人もたくさん来るので珍しくはないと思ってたのですが、フリーやコナーラクだとそうでもないのかな。いかにもヒンドゥーって感じの造形やね。寺院にはここまで近づけます。なかなかでかい。正直歴史も遺跡もそこまで興味があるわけじゃないけど、昔の人がこのような巨大な建造物作ったのを考えるとロマンあるね。寺院の周囲にも車輪などのレリーフが描かれています。このレリーフはインドの古代文学ベーダにある馬車に乗った太陽神スーリアの話を元にしているらしい。車輪は全部で24個あります。ぐるっと回って大体見たので戻ろうかな。出口にもお店がたくさん。この牛もでかいなと思って見てたら果物屋に近づいて怒られてた。住み分けが大事よね。しかしこの辺は多い。やはり郊外だからだろうか。 Okay, thank you. 帰りもバスに乗って帰ります。バスターミナル到着。タクシーの客引きを断ってウーバーを呼びます。こっちの方が安い。ヘルメットなしらしい。マジか。安全運転頼むやで。問題なくホテルの近くに到着。良い旅でした。というわけでフリー旅行記でした。大都市から遠いので若干行きにくいところですが、ヒンドゥー教の聖地に世界遺産、長大なビーチと見どころがたくさんやね。この後はさらに南部へ向かいます。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外一人旅の様子を動画にしています。いいね、チャンネル登録、フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。